ちゃって、僕はしっくり2000円なんですけどしっくりきちゃったんですけど、今までの要は地球のカルマもそうだけど、カルマっていうのは要は今まで行ってきたなんていうの行いみたいな、まあ重い周波数かな、重い周波数で、これ結構宇宙時代のものも結構出ると思うんですよ。地球の今回のアセンションの時にやっぱ一気に解放したいと思ってる人多いからちょっと待って、大丈夫そのごっこはじゃあごっことして楽しむのはいいけど、別にそれごっこだよってことで言ってばいいよね。そう、あんまり本当に意味がないことだから、まあ今までは意味付けしてたよね。そうやっぱいいのいいね。裸でね、裸いう紐が紐パンってかはい、それでは始まりました、スターシードチャンネルということで、はい、よしです。あきこです。こんにちは。はい、こんにちは。あ、何インドって言おうかなと思って、なんか初めてそんなこと言ってなかったじゃん。いけない。なんかちょっと恥ずかしいです。インドってちょっとかっこ悪いかな。インドみたいな。インドをね。はい。やる？いやいやない。はい。じゃあこのままいきますけども、はい、今回のね、まあ今回なんでインドなのかっていう話をしましょうか。はい。まあ今ね、サロンの方の合宿っていう形でインドに来てます。で、僕も参加者として、まあ50何名だったの？55名ぐらい？そんな感じですよね。がね参加して、このもう辺境の町にねやってきました。辺境の町なのかな？辺境って何？辺境、まあすごい遠いってことね。ああ、秘境みたいな。秘境ね。そうですね、結構秘境かもしれないですね。そう。で、まあそこでなんかいろんなやっぱ気づきがあったんですけど、一つ大きなものは、まあ前世とかカルマっていうところ。なんで今日はその前世カルマっていうテーマでやってみようかなと思います。はい。はい。あきこさんどうですか？なんか前世とかってどういう感じなんでしょうか？あきこさん。前世は本当修行僧が多いですよね。あ、そうなの？はい。修行僧と結構裕福な家庭の行ったり来たりみたいな。あんまりすっごい貧しいっていうのはやっぱないんですよね。あ、そうなんですね。そう。宇宙的に言うとね、なんて結構裕福なところに行くっていうのは、要は宇宙で結構叶っちゃうから、そういうところから来ていきなり貧しいところっていうのはやっぱりいきなり行けないみたいなんですよね。そう。こんな感じで行ったり来たりしてる前世が多いんじゃないかなって思います。そうなんですか。なんかさっき修行僧っていうので、僕もまあ今回ね合宿内でもやって、まあこう前世を見てみようみたいなね。まあただまあ見てみようなんだけど、誰でもできるんでしょ、あれってね。そうなんですよ、思いつきみたいな感じでパッと、そう、一つではないですからね。そうだからまあこうやって見てもらってる方も、まあ自分の前世って何やろうみたいな感じで、まあ思い浮かべたり、そういう場所に行ったり、例えばインドに行ったり、そのハワイに行ったり、いろんなところに行った時に、なんか思い浮かべてみたら、もしかしたら出てくるかもしれないこと。そうですね。パッと私はなんかここにいたのかなとか、なんかその時になんだろうな、ここ知ってるとか、あとなんか映像が出てきたりとか、その時になんか直感とか、まあいろいろあると思うんですけど、やっぱりなんか前世に行っていた土地じゃないところは行かないんじゃないかなって思うぐらいですね。なんかそっか縁があるから行ってるっていうことなんですね。そうです、そうだと思いますね、やっぱり。そっか。でまあ今回なんかこういう服着てやってるっていうのも、まあなんかこれってあれですかね。でまあなんかこれは着ちゃって、僕はしっくり2000円なんですけどしっくりきちゃったんですけど、よしさんね、普段着みたいになっちゃって、よしさんは王様とかが多いですよね。それでね、なんか帽子も買っちゃったのよね、これね。まあセットで2000円なんて忘れちゃったんだけど安いんだけど、これじゃあかぶってみますね。はい。びっくりしちゃったの、なんか。こういう感じでちょっとかぶっちゃって。なんかね。かぶれてるちゃんと。かぶれてるのかな。かぶってない。適当でいいね。いいよ。そんな感じだと思う。こういうのかぶるとなんか意外としっくりきちゃったっていう感じがあって、まあ意外とねしっくりきちゃったっていうのがあって、まあそういうのもまあちょっとあれですけど、まあそういうのももしかしたらその
過去世の中にそういったものも経験してるからかもしれない。あ、そうですそうです、うん、しっくりくるのはそうだと思うし、あとやっぱサリーをね今回サロンのメンバー着てて、みんなやっぱりサリー着た時にめっちゃね似合って似合ったりする。ちゃってね、その意識がやっぱうっとこう上がるんですよね。それがなんていうのかな、やっぱり前世でこうお姫様っていうかね、こういうサリー着てたりとか、結構なんていうのかな、やっぱ女王様みたいな、そういうの結構やってるんですよ。やっぱスピリチュアルが好きな人って、だからいきなり波動落とせないから、やっぱりどうしてもいいところのお嬢様みたいなとか、お姫様みたいな、なんか私がまさかそんなやってるわけないって思うかもしれないけど、そういうのやってるからすごい出ましたね今回の。出ましたね。本当に顔つきとか、なんていうんだろう、その時のエネルギーになるっていう感じだから、別人みたいになっちゃうもんね。びっくりして、誰でしたっけみたいな方もねいるぐらい、このすごいなんか女性性が出てる人もね、多かったし、そんな感じかな。そう、わーっとこう出てきて、本当に凛とした感じの、かっこよかったね、見てて。そうやっぱりその時の前世の自分のエネルギーかな、すごい出てましたね。はい。あとね、僕はワークの中でね、過去世見てみようみたいな感じで、イメージした時に、インドではどうもね、修行僧、まさに修行僧、一緒にしてたのかもしれないね。やってたか、一緒にかもしれないね。僕のイメージはなんかこうちょっと岩山かな、山の方でやってる感があったんだけど、なんかどんな感じの修行僧だったんですかね、さきこさん。なんかなんだろう、一人でいるみたいな。でも一緒かもしれないな。僕も結構一人岩とか、なんだっけ、エベレストだっけ、なんだっけ、ヒマラヤか。エベレストじゃない、ヒマラヤ系かもしれない。あっちかな。結構なんか岩系だったんですよ。岩系南とかもねあるけど、インドだと多分ヒマラヤの方の修行僧やってたのかな。結構一人の時間長くこうやってやってて、たまにこうなんかそういうシェアしてるからそう出てきたんですね。出てきた感じですね。どうでしたその時の前世。その時の前世、なんかいい感じって、要はそこはそこで満ち足りてたのかなっていう感じはあるよね。求めてたんでしょうね。常に何か真理を求めてた感はあるよね。やっぱり修行僧だから。今世もそんな感じですもんね。結構そういうの好きなのね。好きだもんね。結構好きなの。どんな見た目だったんですか、その前世の。見た目はなんだろう、見た目っていうかもうわかんない、自分目線で見ちゃったから、自分のことあんまり見るの忘れちゃったんですけど多分見た目はどうでしょうね。意外とこれのちょっともっと細い版みたいな感じでしたねなるほどなるほど。で満ち足りてる感じだったから、幸せそうな感じだったんですか。それはそれで幸せだったんじゃないかな。なるほど。それはいいですね。結構前世が出てくるとやっぱり苦しそうな人、苦しい時が出てくることが多かったりするんですよ。で今回いろんなカルマじゃないけど、皆さんに出てきてるな感があったじゃないですか。そうですね。すごかったな、波がね。例えばどういうの方いましたっけ。そうやっぱいきなり投げてる人とか本当に多くて、やっぱり浄化が入ってるなっていうのもすごい思ったし、だからカルマなんか今までの要は地球のカルマもそうだけど、カルマっていうのは要は今まで行ってきたなんていうの行いみたいな、重い周波数かな、重い周波数で、これ結構宇宙時代のものも結構出ると思うんですよ。地球の今回のアセンションの時にやっぱ一気に解放したいと思ってる人多いから、ちょっと待って、大丈夫一瞬だから。一瞬大丈夫、いける。でも大丈夫かな。大丈夫。ただね、やっぱいいのいいね。裸でね。裸いう紐が紐パンっていうかパンツ見えてる感じ。見えてる。かっこいい最先端だね。面白い感じ。一瞬だから多分ね。いけるかな。で、そのカルマ。が宇宙時代にもあるわけね。そう、宇宙時代のカルマ、要は自分がなんか思い込みとか、やっぱ重い周波数とか、あとこう出し切れなかったものみたいのが、やっぱりこうインドっていう土地はあると思う。今の時期は出やすいんですよ。本当にそれを解放しようと思って来てるわけだから、インドっていう土地は本当に今回本当に思ったけどカルマが
出てるとか浄化、あ本当出るんだなと思ったらやっぱ涙でしょ、あとは本当に予期せぬことが起こってる人多かったからね。そうね、私もだから今さっきまでバッタバタだったんですけど、もうこれは自分のカルマであり、周りのまあね今回来てくださった方たちのエネルギーの、カルマの浄化も入ってんだなと思って、なんかこう何回も書き換えとかしてやってたんですけど、すごかった渦があるなみたいな感じだったから、そうありましたね。でね、僕はそうだな、最初はちょっとね到着直後に僕はいつもの癖で気配を消してたんですけど、そうだったね。気配を消すっていうのは、いわゆるこう集団の中にいた時に孤独に自分一人になりたいみたいな、その裏には恐れとかあるんですよ。人と初めての人によくなんかねこうそう自由な感じ、特にこうどうやって接すればいいかとかやばい大丈夫来ないで裸の子供たちが来ないでダメでもなんか大丈夫よ。やだ多分大丈夫よ。隠しててこの大丈夫、意外と大丈夫。ほら早い、よし一瞬になって。はい。そうでさっきの話はカルマっていうのは自分の中では例えばその恐れ、人に対する初対面の人とか怖いなってまだあるんだけど、ちょっとね、そういう時にこうじゃあ自分を消したりとか、そうだね。やりがち、それもカルマだったなっていうのはあるわけで、それをじゃあ今回はなんかもうやっぱりさすがにもう今ね楽になっちゃった感じする。なんか今回はだって集団行動に一見すると集団行動でしたからね。集団行動ですよね。でもすごい好き勝手にみんな、そうね。それでね思ったのは個々になんか自由にやってくれたとか自由にやってた。だからすごく面白かった。いいなと思った。それが。結構やっぱりこの集団行動スターシード苦手なんですね。やっぱりね、やっぱり修行僧ね、私ももう大っ嫌いですから。なんかどっか行っちゃうみたいな感じだけど、やっぱりみんなで いながらも自由、みんな一人一人が自由だったから楽だったね。ここもでもやっぱり出た人もいたんじゃないかな、ちょっと大丈夫かなって最初ね。そうだよね、私もみんな大丈夫かなとか思った。私も思ったし、到着直後に違うとこ行っちゃってる方もいますけど、大丈夫。そうでした。これすごい斬新でした。あれは外れましたね。なんか合宿で要はここに来るっていうなんでブハネシャール空港からここに来るっていうことだったんだけど、ブハネシャール空港から南インドのシバ寺院に呼ばれちゃったんだっけ。なんかちょっとね、でこっち来ないでそっち行っちゃった人がいたんですよね。斬新みたいな。斬新でした。斬新、やっぱそのね意識っていうかそういうのに沿ってあげて偉いなと思って、そう。あとね、そのワークの時にめちゃめちゃ号泣してた方の一人は、なんだっけ、そのインドかなの時かなんかにその女性のなんかこう解放じゃなんかわかんない、そういう役割になってたんだけど、なんかそれを頑張ったんだけどできなかったから、ごめんなさいみたいなことがガーって出てって、そっかだから責任感みたいなね。今すでに今の自分のカルマじゃなくて今世のカルマじゃなくて、過去世とか、過去とか、時間じゃないと考えるならば、パラレルに存在する自分ですよね、を今癒したってことですよね。だからそういうのが出てて、それを目の当たりにするとびっくりしちゃったりね。なんでごめんなさい、なんで泣いてるんでしょうかみたいな感じに思ったけど、そういうことだったんだっていうね。面白かったよ。やっぱり出てたり、なんかそこでさっきもヒーリングをしてもらって、できる人いますからね、ヒーリングしてもらってる人もまたなんかすごいこう世界に入ってやっぱ浄化して、カルマが出てるのかなと思いましたけど。そうか。あとね、じゃあカルマって聞いた時にね、すごいネガティブなイメージを持つ人も多いと思うんだけど、その辺についてどう考えればいいんですか。要はその自分がした行いみたいな感じですよね。なんで業だったっけ。業ね、カルマね。そう。自分がした行いが全部返ってくる。宇宙の法則と一緒だよね。自分がやったことは同じことが来るから、ただもう宇宙的になるとそのカルマもやっぱ超えちゃうんだよね。関係ない。カルマっていうね、なんか名前って
だけど設定のなんか、まあ、いわゆるアトラクションゲームみたいな感じ。そうだね、インドではやっぱりそのカルマっていうものはそんなにいいもの、なんだ、いい行いとか行いかな、っていう感じだけど、なんかあんまカルマって聞くとね、いい感じしない人もいるかもしれないよね。そうなんだね、だからまあ昔はね、僕もなんかその、どっちかっていうとカルマっていうことにすごい敏感に、まあ仏教系の鑑定だったんでね、思ってて、すごいなんか逆にそこにとらわれちゃってたのよ。要はなんかいいことしないとみたいな。ああ、そっかそっか。そうすると結構なんか自分は枠をガンガンはめ込み、でそれなんか基準を超えた時にあなたカルマが悪のカルマがみたいな感じになっちゃうじゃん。ああ、そっかそっか。でそこに対しては、まあ、完全に今全く外しちゃったんだけど、要はすごい、でじゃあその捉え方として、なんていうかな、そのカルマ、いいこと悪いことって基準に対してどうかああかっていうんじゃなくて、そこじゃないでしょ、なんかね。そうですね、そうだね、もうカルマがどうとかっていうのも超えたようにやっぱ宇宙的になってきてるから、エネルギーが、要はもうそこに意識を向けるっていうよりも、勝手にまあ浄化されたものを流すみたいな感じでいいと思うし、もう意識を向ける部分はもう自分のこうなんていうのかな、楽しいこととか、嬉しいこととか、まあ、宇宙の方に意識向けたり、ポジティブな方に意識向けたり、なんかそういう感じかな。どこに意識向けたっていいんですけど、なんだろう、そういう何か悪いものなんだろうな、そういう意識ではないよね。まあ、だからなんとなくね、こうやってまあ枠とかブロックとか観念を外していくことっていうのが、まあ、自分のニュートラルなね状態に戻っていくのが、まあやっぱり楽しいじゃないですか、今はね。でそんな時に、まあ、カルマっていうのはじゃあ悪い意味じゃなくて、出たらやったぜっていう感覚なんですよ、最近。ああ、すごいですね。要は、まあ、そのいわゆる今この人生のこの今世においてはですよ、まあ、今までやってきたパターンとか、親とか、ね、そういった環境とかに左右されるじゃない、まあ、それに対しての思い込みがカルマだったとするならば、それはガンガン出た方がいいんじゃない。ああ、そうですね。さらにそこだけではないっていうのはもうやっぱり僕ら、こういういろんな人見ちゃうと今回もね、まさにめっちゃ出てんだ過去世とかからみたいな、要は重い周波数ってことかな。だからそれが出たらおめでとうって感じよね。そうだね、よく出たみたいな、今出した方がいいもんだからね。カルマってまあ昔は恐れてたんだけど、やったいいじゃん、よかったねっていう感覚。よかったで、よく出たってね、それに気づきですよね。気づいて外れちゃうから、まあブロックが出るみたいなね、かもしれないね。こんな感じだね。だからすごいみんな出てたね、いっぱい。出てた、本当に出てて、でも本当に変わるんですよね。表情も変わるし、軽くなってるし、でまあみんなその意識がつながってるから、それぞれがね、そうまたいい感じになって、エネルギーで補い合ってる感じをすごい感じましたね。感じましたね。で今回前回の動画に確か言ったかな、なんか僕の親が出てきましたよね、出てきましたよ夢でみたいな、でその時にこれ自分だったんだって気づきがあるままで目が覚めちゃったんだけどっていうのがあって、でなんかこの合宿の中でもみんながなんかね、結構そんな話を言ってた。要はみんな自分だったんだって思いましたっていうことを言ってたんだけど、だからそういうのってどう思います？なんで気づいたんだ？なんか気づきがあった。なんかキャンプファイヤーみたいな時にも言ってた人もいるし、すごいね。まあさっき男は少ないけどね、男グループで僕らも話してた時に今言ってた人もいるし、そういうのってどうなの？みんな自分だったってことに気がついてるんだ。気がつく瞬間があったっていう人が多かったかな。っていうのは、例えば自分が欲しい情報を明らかに言ってるよねとかもあるし、分かった。シンクロが多かったってことだね。完全シンクロ、そう、シンクロとも言うじゃない。例えば同じ部屋もなんか2人ずつになったでしょ、でそしたら言ってたけど、そうば、シンクロの嵐だったね。シンクロね、もう本当にやばかった。私同じところに住んでて、足立区の出身なんですけど、本当に近くに住んでた人が目の前にいて、もう本当にもうシンクロっていうか、やばすぎみたいな、こんなことありました。そういえばあった。いきなり着いて空港でその入管の前に並んでた方が話してたら全く同じパターンの、いわゆるね、非常に稀な人だったっていうパターン
とかね、いろ前いろこうあるわけよ。にいた人がみたいなね。そうそうそう。ああ、そういうのばっかりよね。そう、うんそう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 。絵描きがだからなんかテーブルがねいっぱいあってそうかそうそのテーブルに一つ挟んで絵描きの人と絵描きの人がいたとかね、ちょっとそんなことないよね、やっぱりね。同じテーブルにそんな人たちがいるっていうのもないよね。すごいなと思ったしね。思ったのは、まあ、こうやってだからそういう感覚にいたら、多分別に日本だってどこだって今皆さんが見てる場所で、そういうことって起きますよね。本当ですね。で、そうなの。で、そうなった時に、だから自分とまああなたがっていうね、自分と他人っていう境界線があるんだけど、一応この3次元世界的には。だけど、まあ、明らかにこうつながってる感っていうのがこう垣間見えますよね、そういう時に。見える、そうですね、本当に笑っちゃうぐらいね、こういうのがあると、まあ要はそのエネルギー的にいい感じだっていうことと共鳴してるっていうことだと思いますね。あとはまあ本当にいい方向に進んでる時はやっぱりシンクロがいっぱい来るんですよね。あ、そうかそうか。そう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 。じゃあいまいちそっちじゃないよって時はどうなのシンクロが減っちゃうんだね。そうだね。シンクロやっぱりそのシンクロにも気づかないっていうか、やっぱり波動が乱れてるから、要はもう気づけないですね、いろんなことで。でも今こうやって気づけるってことは、やっぱりそれだけ波動がいい感じに、そうだからエネルギーが高いんじゃないかな、高次元みたいになってるから、高次元は要はこういう感じのシンクロだらけで成り立ってんだと思うんですよ。これが早い、本当に早いんだと思うんだけど、今まで地球は遅かったから、なんかこんなこと起こるなんてみたいな、毎回驚いたりしてたけど、ドラマに入っちゃって、ドラマに入ってはみたいになってたけど、要はこれが普通なのかもね、宇宙もっと早くなるかもしれないし、もっと早くて大丈夫かな、まあいけるか。で要はもうシンクロに驚かないってことですよね。だから、はい来ましたみたいな、はい来ました、はいどうもみたいな感じで流すみたいな、そうそう、気づけばいいというか、いい流れなんだなみたいな感じで思うといいんじゃない？そうね。あとはそうね、そうそう、そのなんかまあもう一回まあ過去未来とかいろいろこうカルマのね、さっきの話、前世とかの話、だから時間っていうのがまあ基本的には幻想だよって話があるじゃない？そうなってくると、まあ過去世って言われているものはどう捉まえたらいいの？じゃあ、まず。まあ、パラレルの一つですよね。その過去も、まあ、実は私たちって同時に存在してますから、過去の自分も同時にいるんだけど、まあエネルギーかな、体験していたエネルギーみたいなのが、まあ、過去世と言われてる部分の今なんですけど、その周波数を今の自分がまあ持ち越してるんですよね。要は経験してるから、その過去世を知ることによって自分っていうのはこんなにこう広がりがあるんだっていうか、今の自分だけじゃないんだっていうことに気がつくから、やっぱりそういうなんていうの、気づきの一つっていう感じかな。そっかそっか。いっぱいあるんですよね。だから過去世って地球だけじゃなくて宇宙もたくさんあるし、すごいいっぱいみんな生まれ変わってきてるからね、面白いと思います。まあなんか星のね、そのカルマみたいなのはそこまで言っていいのかな。まあいいか、そっち系も行こうかな。例えば、まあ、スターシードっていうねコンセプトというか、その、ね、宇宙由来なことを、まあ、今回いろいろやってみたらやっぱいろんな星々の人がいたじゃないですか。で、まあ、例えばわかんないけど、まあ、ゼータレクチルの話がよくね僕出てくるけど、ゼータレクチルっていうと、まあ、例えばある時にね、まあ、進化していって、まあ核とかわかんないテクノロジーによって一回ちょっと滅びちゃう寸前で、まあ、地下に入っちゃって、まあ要はその光を吸収したから目が大きくなってみたいな話があるじゃない詳しいね。詳しいね。さすが。詳しい。で、まあそのエネルギーはそのエネルギーでね、まあある程度こう論理的にこう組み立てる時には結構使いやすいんだけど、まあいいや、まあそこはいいとして、なんかそういうのをね、なんかカルマとして、なんか日本とかに特に生まれてる人多いよみたいな話があるんですよね。あ、そうですね。じゃあ何かっていうと、まあ例えば日本ってまあ、核のこともあったし、まあね、お茶のとかいろいろあるじゃない、そういったことがやっぱりそのカルマとして、じゃあこの日本でそれをいわゆるこう経験することによって、こうまあなんていうかな、解放みたいな、解放か、みたいなことやってる人多そうっていう話があって。そうですね。そうそう、宇宙時代のだからカルマを解放してる、なんかね、そんな
解放とかやってないって思うかもしれないけど、一生懸命自分が今生きてるってことは、過去世の自分が要はすごい期待して、今世の自分に託されてるんですよ結構、だから本当にね辛いと思うんですけど、辛い人とかね、楽しいとかいろいろあると思うけど、まあ過去からの自分があって今があるっていうか、そういうのなんですよね。そうじゃあ今回どうしよう。じゃあ宇宙からのメッセージは、はい、過去世カルマかな、カルマについてのことをちょっとじゃあ皆さんにねこうカルマ教えてほしいな。カルマというものは、もう古い概念になりますっていうふうにもうすごいダイレクトに言ってます。すごい強く言ってますね。カルマっていうものはもう、要はその地球の遊びの、結構強烈な遊びだったみたいなんですよね。そうでもここからもやっぱもう本当に超えている、エネルギーなので、そういうもし、概念というかそういうものがあったとしたらどんどん外していくこと、そして、枠カルマってまあ枠になるみたいなんですよね、自分自身はこういう人間だとかこういう周波数とか、こういうものを持ってるとか、なんかとにかく枠みたいなんですけども、枠ではなく、枠を自分作ったのも自分であって、まあ一つの星みたいな感じなのかな、一つの出来事、宇宙の中の一つのことだから、それに対して、重きを置くのではなく、どんどん、解放して自由になっていくこと、意識を向けない、カルマということに意識を向けるんじゃなくて、もうその流れに任せる、どんどん軽くなっていくために、流れに任せるっていうのがすごく重要ですって言ってます。あとはそうですね、宗教かな、宗教っていうところで結構そのカルマっていうところがやっぱりすごく今まであったみたいなんですけど、それは本当にやりたかった人がやっていることというか、そういうことが好きな人たちがやっていた遊びの一種ですって言っています。あなたたちが何を選択するのも、何をしたいかもあなたたちの自由です。宇宙はそれを楽しんでいますって。楽しまれちゃってるのか。楽しんでるね。自分も楽しみつつ、そういうことか。あなたたちの遊びを見ています。私たちも楽しんでいますみたいな感じかな。自分でやってるんですけどね。カルマごっこね。カルマごっこだな。すっごい遊びなんだって、なんか相当楽しい遊びなんだな、これはな。じゃあカルマごっこはどうしよう。カルマごっこはじゃあどうしよう。ごっことして楽しむのはいいけど、別にそれごっこだよってことでいけばいいのね。そう、あんまり本当に意味がないことだから、今までは意味付けしてたよね。すっごい意味付けしてわーとか苦しいとかさ、結構なんか経典とかいろいろねあるじゃない。じゃあインドもそうよね。こうでああでこうでみたいな結構学んでね。僕らも修行僧の時は多分やってたでしょうけど、ごっこだよみたいなね。ごっこやば。ごっこやりまくっちゃったな。やりすぎたね。やりすぎたかな。いっか。それぞれ楽しかったしね。やっぱりそのごっこもなかなかできないんじゃないですかね。レアな感じだから、もしかしたらアトラクションでもしかしたらすごい行列で並んでようやくチケット手に入れてやってたかもしれないけどね。カルマごっこのね。カルマごっこね。そういい遊びだったよねみたいな感じですね、宇宙的には。笑ってるもんね。そうやっぱり楽しいこと、苦しいとか楽しいとかやってる、そういうカルマっていうものもすごいやっぱ楽しい遊びなんだね。そうでしたね。はい。そっか。じゃあ今日はねなんかやっぱりすごいいいなんだろうな、カルマと過去世かすごくいいね。前世か。本当に前世のね、やっぱりインドっていう土地はやっぱり前世とかこういうエネルギーなんですかね、やっぱりエネルギーの渦は起きてるのかな、やっぱり出やすいのかな。出やすいよね。今という時代、今のねタイミングが出やすいんだろうけど、プラスそのインドってよく最後に呼ばれるっていうじゃない。そうなんですよ。あれちょっと教えてほしいんですよね。あれなんですか、インドは呼ばれる場所だったり。要は呼ばれるっていうのはそのインドの土地に呼ばれるんですよね。なんていうのかな、そこにやっぱり意味があってくるというか、すごく
強烈な意味があって来るみたいな感じかな。だから来れない人は来れないんだけど、来れる人は来れるというか、だから縁がある人が来るっていう感じの、なんていうのかな、がはっきりしてるんですよ。だから全然興味ない人はないと思うし、そうだね、でもある人はなんていうのかな、本当にこの土地でなんかやっぱりいろんなことをやっていた、深いやっぱりこう宇宙とつながったりとかしていたっていう感じなんじゃないかな。結構インドっていう土地はやっぱり宇宙とのつながりが、そうだ、遺跡とか行ってそう思ったね。やっぱり宇宙につながってた場所って感じがね。なんかやっぱり宇宙人にも人気あるみたいだもんね、インドってやっぱり。要は自由なんですよ。そう宇宙のガイドブックなんかにこのインド面白いみたいな書いてあるわけ。自由なんですよ。要は宗教だっていろんな宗教があるのも多様性を全部受け入れますし、いろんなこともあるんだけど受け入れる多様なんですよ。とにかく多様。そうだって言語だってさ、ものすごいいっぱいありますからね。お札に全部載ってるんだけど20個ぐらいあるんですよね、インドの中に。多様なんですよ。そうで、いろんな人たちがいることも受け入れてますし、いろんなそういうね、カルマとかそういうのもそうだし、なんだろうな、あとやっぱ目に見えない世界を中心にして動いてるんですよ、この国っていうのは。確かにそうだった。なんかすごいびっくりだよね。本当にこう毎朝そのヨギーな人っていうか、あの人は何？ババね。ババもね、どっか行っちゃったけど、本当はババにね、これ登場してもらおうと思ったけど、ヒゲのね、ヒゲの、そう。まさに仙人みたいなね。花ここにつけられたりしてね。そういう世界が今でもあるってすごいよね。そうなんですよ。本当に日常にあるし、そういうのも大事にしてるし、なんかやっぱり日常に溶け込んでるんですよね。そういうの一番大事にしてるかな、やっぱりね。そうこういうのは多分何千年何億年までいかないけど、何千年前から変わってないと思うんですよ。すごいことだよね。すごい。ね、ちょっとじゃあ今回見てくれてる人には、いいとかどうしようね、最後にではで、またエネルギーをね、っていうのにね、言った方がいいか。ナマステでいい。ナマステでいいね。ナマステの方がいいね。はい、OK。ではではしないの？ナマステ。ではではナマステみたいな。そんなのできるんですか？ナマステ。やってみますよ、じゃあ。ちょっともう枠を外してみましょう。こうナマステ。ちょっとやってみようか。真似するから。ちょっとやったことないけど。はい。今回ね、ありがとうございました。ではナマステ。首がこう、どんな感じなの？もっとこういう。いいやもう。下手だね。